ご視聴ありがとうございます。今回は工具の加工についての動画となります。1つ目、ラチェットの空転を軽くする加工です。シグネットのこのラチェット、ヘッドは小さめ、ハンドルが平たく力を入れても手が痛くなりにくくて使い勝手はなかなか良く、パチパチとパルス感のある信頼のしやすいラチェットなのですが、空転トルクが重ためで私の用途では使い勝手が悪い場面もありました。これをさらに使いやすくするため、空転を軽くする改造を試してみます。まずは分解していきます。パッと見ボルトなどがない最近な設計ですね。樹脂のカバーをピックツールなんかで外します。細いマイナス使うより先尖ったピックが使いやすいですね。カバーを外すと C クリップの端が見えます。これをスナップリングプライヤーを使って縮めて外します。これで全部バレるですね。メインギアを引き出してパウルを外して、レバーからピンとスプリングを引き出します。今回加工するのがこのスプリングです。これがピンを介してパウルギアをメインギアに押し付けています。この押し付ける力を下げてあげれば空転トルクが軽くなるということです。バネレートを下げればいいんですけど、このくらいのスプリングって入手性が良い部類ではなく、単品売りが見つけにくいのです。ですから組まれていたものを加工して使うことにいたします。スプリングをカットすることでプリロードを弱めるというんですかね。パウルの押し付け力を下げる方向で加工をしていきます。まず最悪失敗しても似たスプリングを用意できるようサイズを測定しておきます。自由長が 9mm、外径が 1.7 から8ぐらい、線径がコンマ25程度。ついで組んだ時の出代を測ります。どのくらいスプリングをカットして良いかの目安にするためですね。分かりにくいんですけど、コンマ 5mm ぐらい落としてみることにしました。スプリングを一巻きほどカットします。使いましたのは富士屋さんのニッパー。つら切りできるのに刃が強いと聞きまして、いろいろと試しているところです。このくらいなら先端側で切っても問題なくカットすることができました。加工終わりましたので、組み付けて動作確認をします。少し角が落ちたフィールになりました。音も映像からは分かりにくいですが、実際に聞いてみますと柔らかいものへと変化をしています。スプリングを詰めた結果として切り替えレバーの動作も軽くなりました。ただその弊害として意図せずレバーを触ってしまい誤操作することが増えた気がしまして、その対処としてレバーの先端を少し削っています。もともとちょっとボディからレバー先端がはみ出してたんですよね。角を撫でてもレバーに触らない程度まで先端を削っています。これで操作中にレバーを触ってしまい変な動作になることもなくなっています。空転させてみたフィールはもう少し柔らかいものが好みですが、スプリングを切りすぎてしまうとラチェットが機能しなくなってしまうこと、また切り替えレバーの動作もこれ以上緩くなると不安を感じそうだと判断し、ひとまずこれで様子見ながら使ってみようと思います。ラチェットハンドルは基本的には中にスプリングが入ってまして、これの強さを変更すると空転トルクを調整することが可能です。丸型のラチェットもハートバネを変更すれば調整することが可能。軽くする、バネを弱くするのが一般的かと思いますが、そうしますと対トルク性能も下がると言われています。その点は自己責任となってしまいますが、空転トルクは使用フィールに随分と影響します。どうにも使ってて合わないなと思うラチェットありましたら、この作業試してみていただきたいです。2つ目の話題はソケットの加工について。センサーソケットなんて言われるものの代用品を作ります。こちらがセンサーソケットの実物。ディープソケットの横にスリットが入ったような形状で、こんな具合にセンサーの配線を逃がしながら締め付け、緩めをすることが可能です。で、これを使えばいいだけなんですけど、今回使いたかったところにこのソケットが入らなかったんです。スリットを入れた分、強度を確保するためか結構に肉厚なんですよね。厚みがしっかりとありまして、これが邪魔して段ついたところにこのソケットを入れることができなかったのです。仕方がないので似たものを作ってみることにしました。センサーの2面幅は2分の1、ミリ換算で 12.7mm なので 13mm のソケットを使います。
六角の一面にグラインダーで切り込みを入れていきます。さすがは工具、結構硬かったっすね。配線が引っかからないように角を鳴らして完成です。出来上がったのがこちら。私の加工が下手なのに加えて急ぎだったので手をかけてないということもあり、見た目はあまりというか全然良くないっすね。角ももう少し落とした方が良さそうですが、センサーにはめてみるとこんな感じでちゃんと使えます。で、実際に使ってみて合成不足は感じませんでした。目的のセンサーは15ニュートンくらいで締め付けを行いますが、このくらいのトルクでしたらセンサーソケットと比べてグニグニしたりはないですね。デジタルトルク測定器を使って15ニュートンで締め付けた場合を比べてみましたが、切れ目のない普通のソケットとかかるトルクは相違なかったです。使っていて気になったのは、先ほども触れましたが、もう少しきれいに作った方が良さそうということ。バリを取ったにもかかわらず角が鋭利なままなので、ソケット付け外し時に手を切らないよう気を使ってしまいます。この鋭利さはセンサーの配線を傷つける可能性もありますので、もう少し加工に手をかけた方がいいですね。これ考えますと専用品ってやっぱりよくできてると思います。使えるならばちゃんとしたの使った方が良さそうですね。ただ値段考えますと SST ってどうしても高くはなります。今回削った SATA のソケット10本セットがこの高堅産のソケット1つよりもお安く手に入ります。そんなに頻繁に使わない場合、普通のソケットを削って対応するというのも一つの選択肢かと思いました。ソケットをぶった切ってしまうこの方法。加工ですから自己責任とはなりますが、どうにもならず困ってしまった時に思い出していただけますと幸いです。今回は簡単な道具の加工を紹介させていただきました。皆さんはどんな加工をされていますか？こうしたら良くなったとか、こんな改善おすすめというのがございましたら、ぜひコメントで教えてください。さて、ここからは工具関係ない話題で申し訳ありませんが、最近身内に大きな病気が見つかりました。わかんないもんっすね。そんなに体調悪そうにもしていなかったので、私は全く気づくことができず、本人もそこまでとは思っていなかったようです。車みたいな機械物も人間の体も日頃から点検して問題を早期発見するということの大切さを痛感しています。病院の世話にはならない、なったらなったで流れに任すみたいな豪快な生き方というのはかっこいいものだと思っていましたが、今は周りにいる人たちの苦労とか感情を理解しまして、病院に行くって大事だなと、ひいては医療ってすごいものだなと思っています。季節の変わり目、皆様ご自愛ください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。